マイクロエースの72分の1スケール96式陸上攻撃機23型の仮組みを行います。96陸鋼ですね。長谷川からも出ているし、そもそもマイクロエースは相当古い金型ですよね。そうそう、マイクロエースの96陸鋼はもともとは LS の金型となる。1990年代前半にアリーに金型が移り、マイクロエースとして販売しているキットですね。実は今回紹介するキットはマイクロエースではなく LS となります。箱の蓋がちゃんと閉まってないですね。このキットもホビーオフで購入したのだが、中身がパンパンに詰まってる感を出しつつ550円という値段で売られていた。蓋が閉まらないのには何かあると。以前他のキットで2機分入っていたことがあったので2匹目の土壌狙いだったのですが、普通に1機分しか入ってなかったわけね。同じキットが10個ほど並んでいて、その全ての上箱がちゃんと閉まってなかったので、当時はこの状態で売っていたのかな。総発陸上攻撃機ですからね。箱のサイズ選択を間違ったのかしら。なるほど。それで今回は LS 版の紹介となるのね。LS っていつ頃まで存在したの？ LS は日本の老舗メーカーの一つで、1961年頃から飛行機プラモデルを販売している。当初は75分の1スケールを販売して、途中から表記のみ72分の1スケールにしたわけね。96陸鋼は1966年に発売された。96陸鋼以降は72分の1スケールで作られています。ふむふむ。模型業界の競争激化や経営上の事情などにより、残念ながら1992年に倒産した。同社が保有していた金型はアリーなどのメーカーに移管され再販されるわけね。投稿者はほとんど作らないスケールですが、144分の1スケールの航空機シリーズも評価が高い。144分の1スケールではガンプラしか作ってないわね。緻密なディテールと独特のモデル選択によって今でも根強い評価を得ているメーカーだったみたい。以前0.21型でも触れていますね。個性的なアイテムを多数リリースした実績はプラモデル市場においても興味深い存在なのかな。ところで96陸鋼に関して教えてもらえる？96式陸上攻撃機は三菱が開発し、日華事変から大東亜戦争にかけて運用された陸上攻撃機。海軍の陸上運用機なわけね。海軍では急降下爆撃ができる機体が爆撃機と言われ、水平爆撃は攻撃機と区別するようですね。一式陸鋼の後継機である銀河に関しては急降下爆撃も可能なので爆撃機とされてるわけね。当時新たに策定した長距離撃場戦構想などにより長距離攻撃能力の整備を進めていた。太平洋の島々、中国大陸は広いですからね。96陸鋼の開発要求では長大な航続距離と高速性能の両立を期待された。なるほどね。日華事変に伴い実戦投入され、長距離作戦能力を生かして奥深くへと爆撃を行った。チェジュ島、台湾、九州の各基地から中国大陸を爆撃した東洋爆撃が有名ね。さらに大東亜戦争初期のマレー沖海戦でプリンス・オブ・ウェールズ、レカルスを沈めた。この時は一式陸鋼と96陸鋼の混成部隊ね。大型艦があっさりと沈められた事実は世界中を驚かせ、航空優勢の重要性を改めて示す結果となったのだ。ふむふむ。大東亜戦争末期は次第に前線を退き、哨戒、訓練、輸送任務などに回されたみたい。一式陸鋼や銀河などの後継機に移行したわけね。その他には朝日新聞の神風号に対抗した毎日新聞の日本号も有名かな。日本号は世界一周飛行ね。海軍の協力のもと96陸鋼を改装した機体ね。日本号も LS から発売されてましたね。 LS からは11型と21型のコンパチキット、今回取り上げる23型のキットが発売されたのね。それ以降は長い間キット化に恵まれず、1997年の長谷川版を待つこととなる。長谷川は22型、23型のコンパチキットなのだ。当然決定版となりますね。長谷川が出すまで約30年間は LS のキットしかなかったことになるのかな。キット化の機会が少ない機体だったわけね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中の96陸鋼なのだ。背景に飛んでいるのは冷戦ですかね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが1枚、黒のランナーが1枚、胴体、主翼、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。原山海軍航空隊所属機、鹿屋海軍航空隊所属機、
ミホロ海軍航空隊所属機となる。なるほど。部品点数は90点。古いキットとはいえ、さすが爆撃機。72分の1スケールとしては部品点数は多いわね。ではマイクロエースの72分の1スケール96式陸上攻撃機23型の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で6パーツ。操縦席床に座席と操縦桿なのだ。座席は3席で、操縦桿は2本ね。その他にケーキパネルもある。後ほど胴体に組み込む。パイロットはついていますね。3名つきます。なるほど。次はエンジンですね。エンジンはカウリングとプロペラをセットで組み立てます。こちらも2セット組み立てるわけね。全部で6パーツ構成となります。エンジンはカウリングと一体成形。スピナーやプロペラ、軸を組み込む。その他に排気管なども取り付けね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は2パーツ構成。操縦席とケーキパネル、照準窓やアンテナなどを挟み込んで接着する。胴体のモールドはどうでしょうか？オーモールド、オーリベットとなります。リベットはびっしりと入っています。主翼はどうでしょうか？主翼は左右それぞれ2パーツ構成。貼り合わせる前に主脚を組み込む。先に主脚の組み立てね。主脚は左右それぞれ4パーツ構成。主脚とタイヤ、ホイールとなる。タイヤは接着指示がないので稼働するわけね。主脚が組み上がったら主翼かパーツに組み込むのですが、その前に主脚庫の切り取り加工がある。薄い部分をデザインナイフで切り取るのね。加工が終わったら主脚の組み込み、ここも稼働するので注意が必要。いよいよ主翼の上下貼り合わせね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらもオーモールド、オーリベットとなる。場所によっては彫り直ししてもいいのかな。エルロンが別パーツとなるのね。そうそう。エルロンは左右それぞれ5パーツずつとなる。次は尾翼ですね。尾翼は4パーツ構成。水平尾翼に垂直尾翼をつけるのね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは複数パーツとなるが、操縦席の開閉選択ができない。押しピン跡があるわね。操縦席と胴体上部、胴体左右の5パーツを取り付ける。一部機銃を組み込むのね。そうなのだ。透明度はどうでしょうか？透明度はあまりよろしくないです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主翼の組み立て時に主脚は組み込み済みです。その他カバーもありますね。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成。お好きなタイミングで取り付ける。細かい部分の取り付けもあるわね。胴体仮面にはアンテナを取り付ける。最後に吊るし物ね。吊るし物は爆弾か魚雷の選択式。胴体仮面に吊り下げる感じとなる。なるほどね。では終わりに総評なのだ。今回はマイクロエースの72分の1スケール96式陸上攻撃機23型の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？今回はマイクロエースとしてますが、実際には LS のキットとなります。 LS の中では最高機のパッケージですね。そうそう、同じデザインでハリーに受け継がれた。それでキットはどうでしたか？そうでした。古いキットということでパーツの合いはそこまで良いわけではない。半世紀以上前の金型ですからね。特に主翼と胴体の間に隙間ができてしまった。その他にもクリアパーツの透明度に問題がある。押しピン跡もありますしね。とはいえ長谷川が出すまでは唯一のキットだったわけで、オーモールド、オーリベットが採用されているのはポイントが高かったのではないかと思う。それが未だに現役ですからね。プラモデルは息の長い製品なんですね。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。